皆さんに質問です。海外旅行で同じ国に何回も行けますか？多くても2回ですよね。でも実はある韓国人にとって日本は何度も戻ってきてしまう国なんです。気づいたら航空券を取っている。なぜ日本は1回で終わらないのか？なぜ2回、3回、5回足が向いてしまうのか？僕は日本旅行がきっかけで日本に惚れ込み、気づけば9年以上住んでいる韓国人留学生です。この動画ではある韓国人の SNS 投稿を入り口になぜ日本に旅し続けてしまうのかを9つ解説します。一つ目、親切、清潔さです。もちろん最初に言っときます。日本人が神様なわけじゃない。韓国人が悪党なわけではない。どこの国にもいい人もそうじゃない人もいます。でも日本は平均値が異常に高いと思います。例えば街のラーメン屋。日本だといらっしゃいませ。お水どうぞ。お会計こちらです。全部が自然でないですよね。これ極端に例えると日本では街の店なのに他国だと高級レストラン級の安心感なんです。韓国でも良い接客もちろんありますよ。でも、このお店大丈夫かなと一瞬身構える場面正直あります。日本ではそれがほぼないですね。旅行者にとってのこの身構えなくても良い感覚度は想像以上に心を軽くします。二つ目、空、川、海、自然です。これは感情論じゃなくて実際の日本を見てもそうです。韓国の空は見えづらい日が多いです。地理的な条件で PM2.5 とか多さとかさらに国土の約7割が山です。開発できる平地が少なく、景色がどうしても似たりします。一方、日本は異なったりしてて、国がとにかく広い、富士山のふもと、九州の海、北海道の雪国、同じ国なのに空の色も風の匂いも温度も違います。日本旅行にハマってしまうと、一つの国を旅している感覚から小さな世界旅行をしている感覚に昇華できます。三つ目、温泉、大浴場、露天風呂です。正直、ここまで風呂が生活に組み込まれている国、日本以外はほぼないかもしれません。しかも、特別な施設じゃなくて、コンビニ感覚で銭湯や温泉に行けます。僕は昔、バイクで九州、山陰、山陽、中部を旅していましたが、1日1温泉が当たり前でした。バイクで走る、お風呂行く、ご飯食べる、寝る。これが毎日レベルでできますね。韓国にもチンジルバンという韓国式の、お風呂場みたいなとこはあります。でも日本の温泉は癒しと自然と静けさがセットになっていますね。韓国でこういう3つの条件を揃えることはとても難しいです。日本で露天風呂に入り、夜の空を見上げる川の音、風の冷たさ、湯気の匂い、この五感の体験は記憶に残ります。だから、また日本でちゃんと疲れを落としたいとなります。4つ目、食べ物です。本場の日本料理以外と海外とレベルが違いすぎるということです。正直、日本食は海外だとかなり厳しいです。どの料理も自国、他国で料理の値段、味違ったりするんですけれども、日本の場合だと、例えば寿司、日本なら100円寿司でも十分に美味しいネタあるじゃないですか。これアメリカに行ったら多分値段5倍ぐらいするんだと思うんですね。それに味は半分になることもざらにあると思います。ラーメンも同じで、海外、韓国もそうなんですが、醤油ラーメンしかないと思ってる人も多いです。なぜなら日本の地域ごとのラーメンを海外にそこまで持っていて売るっていうことは、やる人も少ないし、売りに行っても受け取ってもらえない場合があるから売らなくなるんですね。でも実際日本に来てみると皆さんご存知じゃないですか。家系、二郎系、塩、九州豚骨、北海道味噌、煮干し、中華系、同じラーメンなのに全く別ジャンルです。さらに日本は庶民価格で職人の執念を食べられる国。これを一度体験すると、また日本で別のものを食べてみたいと思ってしまいます。5つ目、レトロな路地です。韓国は建物の入り替わりがとても激しいです。5年で街の景色が変わることも珍しくありません。でも日本には、あれ時間止まってるそう感じる場所があります。しかも、ただ古いだけじゃなくて、街が綺麗だから、1980年代から2000年代の建物が景観を壊さず共存しています。イメージは東京の屋根線エリアを歩く感じです。新しいカフェと昔の家が自然に並ぶ。この懐かしいのに心地いい空気、韓国人にとってはすごく新鮮で写真より記憶に残る風景になります。6個目、素朴で倹約ということです。これは国民性の話ですね。ざっくり言うとですね、
韓国人はストレートで華やか、感情も言葉も前に出るタイプです。一方、日本の方はですね、たまに回りくどいなと感じることもあるんですけども、僕みたいな韓国人基準では。でも、丁寧で控えめで空気を読む。これ、恋愛でよくある話に似ています。性格が真逆なのになぜか惹かれるってやつです。韓国人から見ると、日本は派手じゃないのに安心する。無理に見せなくていい。頑張らなくていい。ここならちょっと力を抜いてもいい。そう思わせてくれる国かもしれません。だから日本は居心地でも選ばれ続けます。7つ目、都市整備、公園、庭園です。東京で例をすると、この街づくり異常レベルです。東京のど真ん中に普通に公園があること。人球の野球場、上野公園、公共周辺、ここ本当に首都って思う瞬間が何度もあります。さらに日本は庭園文化がすごい。東京にも京都にも地方にもちゃんと手入れされた庭園が全国に点在している。韓国にももちろん公園ありますよ。でもソウルとかの都心部は地価が高すぎてですね、そんな簡単に公園を作ったりとか、もう作っている公園も再開発の時になくなってしまう現状があったりします。日本はまた都市の中に余白が残っている。都市化に流されず今のままであってほしいなと思っています。この設計思想が旅行者の高級を自然に深くしています。8個目、コンビニ、スーパー、ドラッグストアです。ここは韓国人にとって完全に楽しいゾーンです。まずコンビニ、やることは決まってるんですけれども、韓国との違い探しですね。おにぎりの種類とか、弁当の構成とか、あるコーナーには成人向けの雑誌置かれてるじゃないですか。スーパーも面白くてですね、基本は似てるんですけれども、例えば刺身売ってるとか、そういった微妙な違いがあったりしてて、それ面白いですね。ドラッグストアは完全に宝探しでですね、韓国でドラッグストアという概念はないです。日本にありますよね。見たことのない目薬とか、湿布とか、お菓子とか、これ何が止まらないです。買いたくなるものが必ずあります。韓国の方ですね、キャベジンを買って帰ったりもするんですね。日本の日常は韓国人にとってテーマパークになったりもします。最後、9個目。近さです。これが一番現実的な理由ですね。ヨーロッパ、アメリカ、正直頻繁には無理じゃないですか。時間も体力も全部持っていかれる。でも、日本は違う。1時間、2時間で着くんですね。実際ですよ。福岡から東京に行くより、福岡からプサンに行った方が近いんです。値段も往復3万円前後で取れることすらある。ちょっと疲れたなとか、どっか行きたいなとか、そうなった時に、その延長線に日本があります。特別な旅行先、そういった場面もありますが、何度でも行ける隣の県みたいな場所、感覚になってたりします。重要な話して終わりにしましょう。もちろんですよ。韓国人の中にも、日本あんまり合わなかったなとか、日本に二度と行くことはないだろうな、みたいな人はもういます。世界どの国もそうですよね。その中にはマナー守れず、迷惑かけてしまう人がいるというのも、事実です。そのように合わない人はお互いほっとけばよいし、迷惑の人は厳しく取り締めるべきだと思います。僕はですね、どんどん日本が好きになったタイプでした。何度も来るうちに新設の嵐とか清潔の当たり前さとか昔の風習を守り続ける人々、気づいていたら心がほどけていました。そして日本留学を来て、もう日本で10年近くあります。僕だけではありません。日本旅行が大好きで、日本を尊敬していて、また行きたいと思っている韓国人がもう確実に存在しています。僕が日本に来てからもたくさん見てきました。そういう人たちにもう一度日本に来てほしくないですか？そんな感情でつながる世界の方がもっと強くて長く続くと思います。そしてそれは日本人と韓国人が国籍とか関係なく日本、そして韓国の好きなところを語り合う、そういう未来が訪れることを願っております。もしこういう好きでつながる話をこれからも一緒に見ていけそうだなと思ったらチャンネル登録してもらえると本当に励しみになります。以上、パックンでした。アニョン。